こんばんは、はるです。今回はおすすめの4231のカスタム戦術を紹介していきたいなと思います。こちらはですね、先週の、チャンピオンズファイナル、ランク1行った時に使っていた、カスタム戦術になってます。アップデート後っていう風なことでね、この前432紹介をしたんですけど、こちらのフォーメーションもかなり、今作もメタで、非常に強いような、戦術になってるので、紹介をしていければという風に思います。スカトンはこのような感じになっていて、で、カスタムセンス見ていきたいなと思うんですけど、こちらが4231、超守備的なところにあるやつですね。ディフェンス、守備のスタイルがバランス、そして幅が40、そして深さが65という風な形になってます。深さ60の時もあったんですけど、やっぱどうしてもなんかライン低いなっていう風な、もちろん手動で上げるんですけど、元々のこうラインの高さっていう風な、部分でちょっと低いなっていう風に感じたことが多かったので、65とかの方がいいのかなっていう風な形ですね。で、逆に70とか75とかまで、してた時はあったんですけど、逆に高すぎて、ちょっとこう、失点パターンが裏抜けばっかりされてたので、ちょっとなんか難しいかなって自分の中で思って、65ぐらいにしたという風な感じですね。ちょっとね、高すぎるのはあんまかなっていう風にちょっと思っては、しまったんで、基本的には65から60あたりで、調整するのが一番いいのかなっていう風に、思います。で、オフェンス、ビルドアップ、ロングボール、そしてチャンスメイク、ダイレクトパス、そして幅が45で、ペナルティの侵入が6、そしてコーナーキック、フリーキックがどちらも2という風な感じになってます。で、ビルドアップ、ロングボールは、バランスよりも、もちろん、こう、前線が早めに、裏抜けてくれるっていう風なことも、あるので、一応ね、ワントップっていうようなことで、結構、その人で収める、その一人で収めるっていう風なのが難しい方は、こう、ST を走らせて、ロングボールってなってもいいのかな。バランスでも全然いいのかなっていう風に思うんですけど、結構自分は423で使ってる時は、速攻型というか、ワントップに一発で裏抜けたらいいですけど、ワントップに一旦当てて、その間に、キャムが追い越してくれてる時があるので、そういう風な意味合いも込めて、ロングボールにしてるかなという風な、感じですね。それでもサイド突破して一気にみたいな、サイドでスピードあるような選手が一気に行くみたいな、こともあるので、結構、早く、こう、みんな前に行ってくれるっていうのが、ロングボールの良さかなっていう風にも思うので、ロングボールかなっていう風な、ロングボールが一番良かったかなっていう風にも、思います。早めに離す判断っていうのは ST 大事ではあるんですけど、それを意識しながらっていうような感じですね。で、チャンスメイク、ダイレクトパスですね。こちらは特に、いろんなフォーメーションで、自分がずっと使っているチャンスメイクではあるので、やっぱアタッキングサードのところで、みんながこう動きをつけてくれる、っていう風なところ。あとはやっぱり4231ってことなんで、キャムとかも、いたりするので、いろんなところから、パスが出たりとか、いろんなところに抜け出してくれるっていうような、ところで、ダイレクトパス、変わらず、自分的には安定かなという風なところですね。で、幅が45です。こちらも50とかにしてもいいかもしれないんですけど、距離感ですね。基本的に4231は本当に選手の配置がそれぞれいいところにいてはくれるので、なんか結構ね、ぶつかったりとか、こう、なんか渋滞してしまうっていうことはそんなにはなかったんで、自分は一応45にしてるという風な、形ではあります。で、ペナルティの侵入が6ですね。基本的に、キャムとかがどこまで入っていくかっていうようなことかな。あとはボランチとかも上げる設定であれば、どこまで行ってくれるかっていう風な形ではあるんですけど、基本的には、6が一番ちょうど、真ん中ぐらいで、一番いいかなっていう風に、感じます。で、このだけいいかどちらも2という風な感じですね。で、指示に、行きたいなと思います。キーパーがバランスです。こちらは、積極的クロスサイドだったりとか、スイーパーキーパーに変えてもらっても、全然いいかなっていう風に思います。ここは特に、いじってないからバランスになってるっていう風なだけですね。
で、そして、右サイドバック、両サイドバックですかね、攻撃時に上がらないオーバーラップです。どちらも攻撃に上がらないオーバーラップ。そして、ボランチですね。ボランチパスコースを切る攻撃時に上がらない中央カバーという風なこと、です。どちらも同じ設定です。で、そして、キャムですね。右キャムがベーシックディフェンスサポート。何もしない。で、ペナルティーエリア内でクロスに合わせるっていう風なだけですね。どちらもかな。ペナルティーエリア内でクロスに合わせる。サイドキャムは、ペナルティーエリア内でクロスに合わせるをちょっと変えてるっていう風なだけですね。で、そして、ど真ん中ですね。前線に張る、ペナルティーエリア内でクロスに合わせるっていう風な形ですね。で、そして ST です。ST は中央にとどまる、裏に抜ける、前線に張る、っていう風なことですね。これが一応、全てのポジションの指示になります。センターバックでデフォルトってな感じなんで、基本的には変わってないという風な、形で、基本的にサイドバックに関してはやっぱり守備線の選手を置くのが一番いいという風に感じます。上がらない、設定にはなってるので、自分はフィリポとも当たるではあるんですけど、ちょっと攻撃的な感じあるんですけど、守備ができるような選手、が一番最適にはなってくると思います。ウォーカーとテオとか、っていうような感じですかね。パスも上手ければ、もちろんいいんですけど、現環境ね、使ってるサイドバック、皆さんが使ってるサイドバックは基本的にやっぱパスも上手かったりとか、はするので、守備ができる、選手が一番いいかな。プラスアルファでパスも上手ければいいかなっていう風なところですね。で、ボランチですね。ボランチはやっぱり守備線、どちらも守備線でもいいと思います。自分はウィロック使ってるんですけど、攻撃にも出ていけるスタイルでは、ありますけど、ここはカンテと例えばビエラでも全然自分はいいと思います。もうここの守備線、もう守備をまずがっちり守るっていう風な、ところで、そこを重きに、置いて、使う選手を決めていただければなという風に思います。逆に別にカンテと、デブライネとか、ベリンガムとか、攻撃にも出ていけるような選手でもいいと思います。なんで、ここは結構自由かなっていう風なところではあるんですけど、守備力は、絶対必要かなっていう風には、思ってますね。で、やっぱりサイドですね。サイドは結構、先ほども言った通り、ST で、特にビルドアップの時ですね。アタッキングした時は、この人もストライカーとかってなんかあるなんですけど、ビルドアップの時、この人に一回当ててみたいなことがあるので、当てて抜け出す、っていう風なこともあるので、やっぱりスピード。もうそっから、もうビルドアップの自分のコート内で、パンって渡して、落としてね。で、その時に食いついてくるっていう風なとこで、落として前に誰もいないっていう風な状態の時にもう一気にゴール前まで運んでいけるようなスピードがあるような選手。それぐらいのスピードを、求めたい、ところではあります。なんで、やっぱりここはスピードがあるような選手。非常にスピードに長けてるような、選手が一番いいと思います。なんで、自分はね、この時、ST バペで、サイドジノラ、っていう風にしてたんですけど、結構ね、試合中にこっちをバペにして、ST をジノラにしたりしてたんで、やっぱそういう面で、非常にやっぱサイドからの、スピードでの突破っていうのは、やっぱ4-2-3-1大事かなっていう風には思います。ドリブルもね、めっちゃ大事です。ドリブルも軽い方がいいですし、スキルでかわしたりとか、する方が、できる方がいいんですけど、やっぱ一番はスピード、っていう風な部分に、重きを置いて、重きを置けるような選手が一番いいかなっていう風には、思いますね。で、そして、キャムですね。結構本当に中心的な部分ではあるんですけど、本当に前線の選手として何でもできるようなタイプの方がいいと思います。決定力、シュートの部分もそうですし、パスを出せるような、選手の方が、自分的にはいいという風には思います。前線に張るにしてるので、結構前から、バペと2トップ、ST の選手を2トップみたいに組むときは、あるので、基本的にはCM ばりの守備力っていうのはそんなに必要はなくて、全然攻撃的な選手でいいと思います。その分、パスが上手かったりとか、する方が、パスの出し手になることも非常に多いポジションではあるので、パスが上手いような選手、あとは決定力、しっかり自分でも決めきるような、決めきれるような選手。この人がね、裏抜けてっていう風なことも全然あるので、ST が降りてきて、こっちと、キャムの選手と交換をしてっていう風な、こともあるので、シュート、パスだったり、ペースももちろんですけど、本当攻撃に関わる、能力っていうのが非常に
素晴らしいような選手を置くのが、まあ一番いいかなという風なところですね。で、その中でジョアン・フェリックスは自分はめっちゃ合ってるので、やっぱ5-5でっていうようなところは非常に素晴らしいですね。そして ST ですね。まあ ST の選手はもちろんいつも言う通り、本当に自分が使いやすいキャラクターでいいと思います。別に重くても強いって思う人は全然全然置いてもいいと思いますし、軽い選手がいいっていう方は全然軽い選手を使ってもいいと思います。ですけど、もちろん他のフォーメーションとは違って、ワントップにはなるので、早めの判断というか、落とすのか、自分で抜き切るのか、そういう風なところが、判断、必要かなっていう風に思います。ST が持った時の判断っていうのは、結構大事かなっていう風には思いますね。早めの判断。やっぱ2トップだったりとか、3トップとは違って、近くになかなか味方がいない、横にパスコースすぐにね、人がいるっていう風なわけではないので、相手がこの ST に逆に食いつきやすいような、状態にはワントップになってしまうので、逆にそこの裏をかいて、判断早くして、また抜け出した ST に出すっていう風なこともできるんですけど、基本的にはちょっと難しくはなってしまいます。他のフォーメーションよりやっぱワントップは難しくなってしまうので、この ST が持った時に、早めにどうするか、っていう風な、逆にその早めの判断を操作としてしっかり出してくれる、っていう風な、選手がいいのかなっていう風には思います。あまりもたつかない選手だったりとか、っていうのがいいと思います。自分が使いやすいキャラクターの中でそういう風な、選手を選ぶのが、一番いいのかなっていう風には感じます。っていう感じでですね、やっぱり4231非常に、今作も選手の多分能力自体、強い選手が使える環境にはだんだんなっては、来てるので、そういう風な意味で、先ほど言ったように SA 貯めれたりとか、元々の配置が良かったり、しますし、パスがつなぎやすいフォーメーションではあると思います。基本的にはやっぱり守備もできますし、2ボランチいてね。なんで、基本的にはやっぱり攻守ともに非常にバランスが良くて、選手の能力っていうのもみんな高くなってきますし、ある程度しっかりしたパスもつなげるような、選手が多くて、ある程度しっかり守備ができるような選手が多くて、ある程度攻撃ができるような選手が多くてっていうようなところで、やっぱスカットの、チーム力っていうのがみんな上がってはきたので、序盤より、こういう風な、4231が使われることが多いんじゃないかなっていう風には、思って、ますね。フォーメーション自体非常にね、毎作ですけど人気があるようなフォーメーションにはなってますので、ちょっと自分のね、カスタムセンス、ちょっとぜひ使ってみてほしいなという風には思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。